こんにちは、村島アンナです。今日も動画を見に来てくださってありがとうございます。今回はやっと鹿児島ツーリング編をお届けします。この時はですね、レベル 1100T を納車されて2回目のツーリングで人生初のロングツーリングに行ってきました。ここは福岡の太宰府インターで、ここから鹿児島まで高速で向かいます。もちろんレベル 1100T で初めての高速に今乗ろうとしております。ドキドキしますね。もうこの時思い出すだけでドキドキしてきました朝早かったのでちょっと空いていたのが良かったかなと思うんですが、高速大丈夫でしょうか。今ゲートを通過しましたよかったです。もうこの時も ETC カード大丈夫かなとかいろいろ心配になってた思い出がありますね。そしてここから福岡から佐賀をちょっと通って熊本、鹿児島と目指していきたいと思います。この太宰府インターの合流になるまで、合流に行くまでが結構円状というか丸くこう回るんですよね。結構それが車では撮ったことあったんですけど、車でもちょっと怖いなと思うくらいのカーブなので、この時もかなり緊張して走っております。さてこの後合流がありますが、合流は大丈夫でしょうか。無事に合流しました。よかった私以前 GB350 で高速に乗ったこともあったんですが、その時は結構その路面状況を拾ってしまう感じというか、結構ハンドルを取られてしまう感じで怖くて、実は1区間2区間ぐらいしか乗ったことがなかったんですが、レベル 1100T は本当に安定感があって、なんかですね、イメージとしてはオープンカーに乗ってるみたいな気持ちなぐらい、すごくこう安定感を感じられました。安定感がありました。なので本当に走りやすくて、この時めちゃくちゃ感動してました。今でも本当にすごいバイクだなと思うんですが、ちょっとジャケットちょっと開いたままだったので閉めましたね。はい、これからまずは木山パーキングエリアを目指していきたいと思います。無事に佐賀の木山パーキングエリアに着きました。このバイクエリアで写真を撮るのが夢だったので、夢が叶いました。レベルかっこいいですね。そして出発していきます。この右手に見える方々がハーレー乗りの方々だったんですが、私がよいしょよいしょと後ろにこう下がっていたら、後ろから引っ張ってくださって、感謝です。手伝ってくださいました。ありがとうございました。そして今車が突然止まってびっくりしましたが、だんだんレベルの運転にも慣れてきたので大丈夫でした。はい、ということでここから熊本に向かっていきたいと思います。ここもですね、パーキングからの初めての合流なのでちょっとドキドキしております。一応車の免許を持っていて割と乗ってるので大丈夫かなと思いつつ、ちょうどいいところで車来ちゃったなと思ってるところですね。はい、ということで無事に合流できました。はい、ではここから走っていきたいと思います。そしてまた次のサービスエリアに寄ってたんですが、出発しようと思ったら隣から視線を感じまして、見たら小さい子がこっちを見て手を振ってました。なんかレベルをずっと見てくれていて、かっこいいと思ってくれたのかなと思ってちょっと嬉しかったですね。この旅を通じて結構レベルを見て話しかけてくださる方がいて、なん
か CB の時とか GB の時にはなかった感じで、結構ですかね、バイクについて興味を持ってくださる方が多かったのかなと思ってちょっと嬉しく感じました。ロングツーリング自体も初めてだったっていうのもあるかもしれないんですが、やっぱりそういう出会いとかっていいなって思いますよね。そしてここがですね、もうすごい景色が開けていてめちゃくちゃ良かったです。車では走ったことあったんですけど、やっぱりバイクだと違いますね。そしてですね、レベル 1100T トンネルもすごく快適でした。なんかトンネルってですね、ちょっとハンドルを取られる感じがして、なんか空気感が変わるからですかね。なんか大きい車が隣を通るとすごく怖いみたいな、ハンドル取られちゃうみたいな感じがあったんですが、平気でした。もう本当にオープンカー気分というか、安定感がすごくあって、しかもこの道が結構トンネルが多かったので、このレベルとだったらどこにでも行けるなってこの時すごく思って、頼りになる相棒だなと思いながら走ってました。そして熊本で高速を降りて下道で鹿児島に向かっていきます。ちなみにこの時の私の HP というか疲れ度でいうと、残りのゲージが 70% ぐらい残ってるぐらい本当に疲れていなくて、なんかバイクってすごく疲れるっていうイメージがあったんですが、レベルに乗ってみて高速を結構長距離移動したんですが、疲れがあまり感じられないというか、本当にこのいろんなとこに行けそうだなっていう可能性を感じられて、めちゃくちゃテンション上がってる感じですねそして ETC なのでサクッとここもゲートも通過できてよかったという感じで、鹿児島の方に走っていきたいと思います。桜島が見えるセブンイレブンに来ました。すごい、桜島に着きました。ここからマイクをセットする余裕が出てきましてところどころ話しながらご紹介しながら走っています。これはですね、桜島に着いてフェリーの時間まで少し時間を調整してフェリー乗り場に向かっているところです。もうこの右手の後ろの方に桜島見えますよね。あそこに向かうんだと思ってドキドキしております。そして右手にフェリーが見えますね。あれに乗っていきます。結構ライダーさんいて、一緒に一列というか横に並んで乗るようなイメージだったんですが、こちらですって誘導されてドキドキしながらフェリーの待機場所に向かっております。着きましたね。よかった。ちなみにこんな感じで桜島が見えました。そしてフェリーからですね、次のフェリーが到着するのが見えて、こういう感じで到着するんだと思って撮っておきました。そして桜島が見えました。フェリーの先頭のところから特等席みたいな感じで見えて感動でした。そしてですね、名物のうどん屋さんにも行けました。本当に大急ぎで食べないとすぐ着いてしまうので急いで買ってみました。ラブキンうどんフェリーで食べます。
そして桜島到着の時、ゲートが開くのを待っています。揺れますがレベルだから足つき大丈夫でした。桜島到着しました。おー、来ました桜島すごい。右に曲がります。あー、すごい、桜島めっちゃ大きい。道の駅に向かって、あれこれかな、道の駅違うか、違いますね。道の駅に向かっていきます。無事に桜島の道の駅に到着しました。なんか空いてたのでここの近いところに止めさせていただきました。火の島目分岐なんですけど、道の駅スタンプブックを持っていったのでスタンプもバッチリしています。それでは道の駅桜島出発します。もう景色が素晴らしいですよね。本当に素敵な場所でした。それでは桜島を後ろに見ながら走っていきます。今宿に向かっています。桜島がこっちに見えるこっちに見えます。ちょっと綺麗見えなくなっちゃった。見えます。すごい桜島を走ってますね。すごい溶岩道路というところらしいです。国道224、さっき国道ステッカーも買いました。なんかだいぶレベルの運転にも慣れて楽しく走っています。めちゃくちゃ走りやすいバイクですね。今は332キロぐらいメーターは走ってます。このまま慣らし運転をしていきたいと思います。なんだかめちゃくちゃテンションが上がって何言ってるか分かんなかったかもしれないですが、本当に楽しくて、もう本当にレベルで走れてよかったなって思ってるところです。ここから結構景色が綺麗なのでぜひ見てみてください。あそこの橋を渡るみたいなので渡っていきたいと思います。あ、大丈夫かな。これは何ていう橋なんでしょうね。書いてある。あそこに道の駅がありそう。道の駅を発見しました。道の駅垂水がこの橋渡った後にありそうです。3キロ。あ、牛
ちなみにレブル 1100T 橋も安定感があって全然怖くなかったです。本当に最高の相棒ですね。国道220号線を走っています。吉根大橋綺麗でしたね。さて、変な嘘がある。ガソリンはまだありますね。桜島綺麗でしたね。いやーすごいな。なんか本当にここまで来れてよかったなと思いますし、レブルがいなかったらここまで来れなかったと思うので、めっちゃ来れてよかったです。ではしばらく走っていきます。そして先ほどお話ししていた道の駅垂水に到着しました。なんかバイクがたくさん止まっていて一時停車しました。この後駐車場に停めています。道の駅から桜島が見えてとても綺麗でした。そしてお水も買いました。カゴンマって書いてありました。今垂水を出ました。そして今日の宿に向かっています。すごくこう見てください。この桜島の景色360度で撮れてるはず。すごいですね。こういうところ走れて本当に良かったな。なんか道の駅垂水は足湯とかがありました。やらなかったけどなかなかいい感じの道の駅でしたね。はい、ということで走っていきたいと思います。なんかすごい虫がついた。ちょうど夕暮れ時だったのでこう日が暮れていく少しこうオレンジがかった空と少しこうちらっと見える桜島が本当に綺麗で、ここに来れてよかったなって本当に実感してました。ずっと海岸線を走ってたんですが、なんだか道もすごく走りやすいですし、また来たいなと思いながら走ってましたね。ぜひ一緒に走ってる気持ちで見てみてください。そして宿に向かっていましたらだんだん日が暮れてしまって、日が落ちるのって早いなと思いながら山の中に入ってしまって、しかも全然街灯がなくてガソリンも減ってきてっていうところで命のエネオスに出会いましたここでガソリン満タンに入れられたのでなんとか安心して出発したところです。見ていただくと分かるかなと思うんですが、めちゃくちゃ暗くて、もう対向車線の車のライトでようやく明るいっていうイメージではあって、
私のライトで前は照らせてるんで大丈夫なんですが、この暗さを一緒に味わってもらえたらなと思ってあえて入れてみました。ちょっと不安ではあったんですけど、やっぱりレベルが安定感があって大丈夫って思えたのが結構気持ち的には大きかったですね。人生であんまりナイトツーリングしたことなくて内通したことないので、この時が本当に人生初ナイツみたいな感じだったんですが暗かったんですけど結構車通りはあったのでまだ安心して走ってるかなという感じです。そして本日の宿のある鹿児島県薩摩川内のホテルの近くまで来ました。この辺まで来ると本当に明るくてほっとしております。いや無事に来れてよかったなって思ってますね。結構ホテルが大通り沿いだったので一度回って来ようと思って回ってホテルに入るときに段差があってドキドキしております。大丈夫でしょうか。無事に着きました。いやこの時本当にほっとしました。暗闇の中どうなることかと思ったんですが無事に到着してよかったです。そしてもうちょっと遅くなってしまったので車が多くてどこに止めようかなと思って仮にここら辺に止めまして、そしてホテルの方に聞いたらこの近くに止めてってことだったので止めてという感じでした。いやお疲れ様でした。1日目無事に終了しました。よかったです。よしかよかった。夜ご飯を食べに来てます。良さそうにご飯を食べます。ラーメン夜食べていいかな。はい普段はですね夜はラーメンは控えているんですが、この時は特別に食べてしまいました。めちゃくちゃ美味しかったです。結構地元で有名なところなんですかね。食べれてよかったです。そして薩摩川内の駅の方もすごく明るくて少し散歩をして宿に戻りました。本当に旅っていいなって実感できた1日目でした。次回は鹿児島ツーリング2日目の福岡に戻る帰路の様子をご紹介したいと思います。来週公開予定ですのでぜひ楽しみにお待ちください。今日も動画を見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひ次の動画でお会いしましょう。